はいどうも。ウクライナの模型メーカー ICM よりメッサーシュミット BF109F4 を作ります。このキットはエッチングなど細かいディティールパーツはついていませんが、機体のキットに兵士7体、犬1匹のフィギュアがセットになったお得なキットです。まずは中身を確認しつつじっくり眺めていきましょう。しかし大変なことになってしまいましたね。ウクライナにはスケールモデラーには馴染みのあるメーカーがたくさんあります。今回作る ICM の他に、このチャンネルでも以前動画にしたとても精巧なモデルを作るミニアート。世界観のあるフィギュアがとても可愛いマスターボックスなどがそうです。皆素晴らしい模型製品を作るメーカーさんなんですよね。とはいえ、普通の日本人はこんなこと知らない人もたくさんいるでしょう。こんな大変な時期だからこそ、模型を愛する一ファンとして彼らの製品を買って動画にして知ってもらうことが今の私にできる最大の支援じゃろがい。というわけで今回から数パートに分けて丁寧に作っていきたいと思います。キットの話に戻りましょうか。海外の模型って感じですね。基本的には成功ですが結構がっつりバリが出てますね。それより所々のディティールの甘さが一番気になります。きっちりモールドが入っているところと入っていないところが混ざっていますね。金型がへたっているってこういうことを言うんですかね。モールドを彫り直したりいろいろと調整が必要そうです。それに比べてこのフィギュアの出来の良さよ。彫りも深くめちゃくちゃハンサムで表情豊かです。これは綺麗に塗りたいですね。クリアパーツもパーティングラインもなく綺麗ですね。デカールの状態もバッチリです。薄さがタミヤのデカールに似てそうな気がします。破っちゃいそうですね。4パターン分のデカールが入っています。取説はすごく簡易です。2つ折りの紙ペラ1枚。どう組むんだと迷うところがいっぱいありました。海外製はこういうもんです。頭ひねりながら組むのがいいんですよ。ははは。で、このキット、なんとエンジンが再現されています。エンジン部分が再現されているキットは初めて組みます。もう、この取説の絵の時点でワクワクしますね。かっこよさそうです。こっちは塗装指示書ですね。これがカラーだったらな。色の指示が海外塗料メーカーの番号なので分かりづらいですね。調べながら塗ることになりそうです。この機種のカバーが黄色のカラーリングが好きなので、これで塗ろうかな。で、こっちはフィギュアの塗装指示書ですね。これは細かそうです。犬が良い味出てますね。エッチングなどはついていないので、コクピットなどの機構は、このエデュアルドのセットを使ってみたいと思います。こういう別売りパーツは、2000円とか結構いい値段するんですが、これは900円とお安く手に入れました。ただ、このキット専用のものではないんですよね。機種は合っているので、もし合わなくても使える部分だけ使って組んでみたいと思います。塗装済みのエッチングパーツですよ。マジなんでこんな安いんだろう。売れ残りのセール品だったのかな。かっこいいです。さて、さすが海外製。一癖も二癖もある良いキットですね。頑張って組んでいこうと思います。頑張れ ICM。頑張れウクライナ。それでは制作開始いたしましょう。飛行機プラモデルといえば、最初にやることはコクピットの組み立てなのですが、エンジンがありますのでね。エンジンから組んでいきます。バリがとても激しいので、1パーツずつ整えていきましょうね。キサゲナイフが大活躍です。
さて、これを取り付けたらエンジン完成ですね。確かに割はすごいのですが、精巧さもまたいいですね。ブラッシングしたらクソかっこよくなりそうです。で、エンジン塗るっつっても何色やねんってことでいろいろ調べてみます。今も残っているレストアされた機体の写真が結構出てきます。メッサーシュミットは本当にたくさんのバリエーションがありますので、どの写真も皆微妙に違います。私は当時の手術がどうだったのかはあまり気になりませんので、この辺の色を参考に塗っていこうと思います。とはいえ、エンジン自体は基本的に黒ですね。完全な黒を塗ると色がどぎつくなるので、かなり濃いめのグレーであるタイヤブラックを塗っていきます。希釈はいつもこれぐらいです。塗料よりちょっと少ないぐらいの量の溶剤で希釈します。1対 0.7 ぐらいです。このぐらいが塗りやすいです。とりあえず全体を黒くしていきましょうね。濃い色ですからね。3回ほど塗れば綺麗に発色してくれます。次は滴るカラーのドライブラシ用塗料でシルバーをまぶしていきます。よくやりすぎて普通に銀色になっちゃうので、しっかり塗料を拭ってからこすりつけていきます。このモーレドが浮き出てくる瞬間が大好きです。ずーっとこの作業だけをしていたいですわ。金属っぽくなってきましたね。エンジン横のこのタンク、オイルタンクですかね。さっきの写真では緑色だったので、その感じにしていきましょう。レッドブラウンを排気口の部分にブラッシングしていきます。サビっぽくしていきましょうね。動画ではわかりづらいかもしれませんね。ほんのり茶色くなりました。あとは細かくシルバーを刺していきます。この辺はピントが暴れまくって見づらい映像になってしまいました。次はウォッシュですね。まずは黒で墨を入れていきます。あとはサビっぽいオレンジも入れていきます。前回のゼロ戦でも使って超気に入った水性ウェザリング塗料です。水で拭えば落ちますので、余分なところを拭いていきましょうね。よく見ると、エンジン横のタンクが変な色だったので塗り直しました。ああそうそう、こんな色でしたね。気になったところは直さないと、ずーっと気になるので、深手にならないうちに直しましょうね。ブラッシングとウォッシュはやり直しです。塗り直してよかった。いい感じですね。さて、ではエンジンの塗装完成。今回はここまでにして、次回は引き続きエンジンのディティールアップとコクピットを仕上げていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるのでとても助かります。ではまた次の動画で。